お疲れちゃん、主だよ。今日はね、俯瞰撮影ってわかる？何ですか？よくさ YouTube やってる人がさ、手元の動画を撮ったり上から撮影するやつね。そうやってみたいなと思って、ここにねこういうのねつけたんですね。ライティングレールっていうのがたまたまこう通ってるから、ここで例えば手元も映せるし、こっちのテーブルとかでもさ移動できるから、なんか便利じゃん。レール、iPhone とかつけると撮影ができるようになってるとね、これはいいなと思ったら、なんとここの取り付けのネジがさ効いてないの。浮いてるじゃん。もうグラグラ、危ない危ない。危険だ。なのでこのライティングレールにこのね装置をつけた時に初めてこのネジが効いてないってことに気づきまして10年以上経ってますけど。そうもう住んで10年以上経ってるんですけど、なので今日はねアンカーを買ってみました。今更？はい、そんなこんなで今回はねこの俯瞰撮影をやってみるよっていう動画を撮ろうとしたら、その前にライティングレールの補修をやっていきたいと思うよ。果たしてうまくいくのかな。始まるよ。スポンスポン。はい、てなわけで、じゃあ一旦まずこの照明たちをね外していこうかな。電源を落としてな。ここの面だけ？あっちもあるんだな。あっちもやるの？ちなみにここにもちょっと走ってますね。じゃあちょっと順番にやっていこうかな。はい、そしたら照明をまず外していこうか。これね、あ、ゴミが。ついでにちょっときれいにしようか。10年分のほこりが溜まってるね。すごいね。ちょっとこれ後で拭こう。でも落ちてこなくてよかった。本当だよね、落ちてきたらさ大変だよ。そうですよ。食事中にガシャーンとかさ、がっかりですよ。がっかりっていうレベルじゃないよね。怪我するしさ、上見上げたらさ目に入るよ。危なかったね。危ないよ。わかんない、そこだけかもしれないし。そこだけであってほしい。ちょっとね検証しましょう。夢の俯瞰撮影がさこんなことになると思わなかったよ。出花をくじかれたんですそね。う、出花をくじかれました。あ、アンカー入ってるとこもあるよ。雑気分かな。気分で。一応ねここのね、なんていうの、大工さんっていうのちょっと不安な方だったよね。すごいイージーゴーイングな方だよね。よいしょ。もう全然聞いてないよ。でもそこだけでしょ。I hope。どうかな。聞いてるね。聞いてる？いや、どうだ、怪しいよ。1点だけ今のところ。なんか入ってるとこもあるね。一回外します。机に乗っかって平気なの？いや、わかんない。なんかちょっと不安だよ。これ机高いからね。結局何箇所聞いてたの？よし。一旦ここのねレールを外したんですけど、ネジがね12345箇所入ってるうちアンカーがね2箇所しか入ってないです一応一個飛ばし。一個飛ばしでやってくれてるけどさ、せめてさ端は打とうよ。ね、恥打たないって雑だよね。私も仕事柄反面教師としてこの物件を見ています。この物件もうすっかすかだけど大丈夫なのこれ。アンカー意味ある？あららららあらららボロリンコ。あら、これさネジを入れれば効くのこれ。私用意したアンカーちょっとこれより細いよ。やばくない？用意したのこちらになります。ガバガバですね。ダメじゃん。どうしよう。ちょっとこれじゃダメじゃないの？分かった。ここもうさ長いと当たっちゃうから、切ってるんだこれな。聞けばいいんだろうけど、聞かないよね。全然聞いてないね。聞いてないよね。ここも不安ですよ。どうするか。がっちりつけて。こんなバカになってると思わなかった。もう本当結構危険だったのね。だからこういうとこはもう諦めて、123箇所を新規でちょっと入れればいいか。端と真ん中がついてればいいかもね。ちょっと試しに1箇所入れてみますね。はい。ちょっとカーテンレールの推奨は50センチ置きなんだよね。じゃあギリギリ。そしたらまずここ入れてみますね。よっ。もう入んないんだ。こう深さが
動物？どこにあるの？すぐそこにあるってこと？もうね、その先がコンクリだもん。これって昔からある針でしょ？そうだからどうしようもなかったのかもね。浅いもん。はい、ちょっとね予定がやばい。狂ってます。深さがね2センチぐらいしかないよ。じゃあ全然効かないじゃん。どうするか。できなかったのか、もしかして。そうかもね。浅いなと思って。こういう場合どうしたらいいんだ。このタイプのねアンカーじゃダメです。長すぎる。ちょっと一旦会議をします。はい、そしたらあれですね、まずこのアンカーを短く切る。でちょっと短くして入れてみたいと思います。ここは今ねちょっと短くして一応聞きました。あと2箇所か。よし、一応聞きますね。短くしたやつを入れよう。ちょっとこれは危ないんじゃないでしょうか。いた。よし、一応ネジは効く感じですね。そしたら1、2、3箇所で一応入ったので、入った？そしたら3箇所だけちょっと止めてみます。これでいってみようか。なんだね、雑だな。ここがさバリが出たまんまでさ浮いちゃうんで、こういうの取らないとダメだよね。ひどいな。結構面倒くさがり屋の人だったよね。これもうなんか新聞紙とか敷けばいいのにね。もう待って、掃除しよう。掃除しようってしてくださいよ。そんなバリの上からつけるかね。よし、どこだ。どうかな。効くね。いいね。聞いた？よかった。バリが邪魔だったんだ。バリも邪魔だったね。一応新規でね植えたとこのアンカーは効くね。っていうか大工としてどうなの？素人が直さなきゃいけないなんて。効く。よかった。安心してご飯が食べれるね。とりあえずじゃあ3箇所ね。よし。おお、丈夫になった。聞いた？よし、これで安心じゃないかな。はい、そしたら結果1、2、3箇所のアンカーで固定することができました。これでしっかり固定ができてるっぽいので、ここの面は OK にしますね。で、あとの残り、こっちの面とさっきの反対の面もあったんだけど、こっちの面とかは一応は固定されてるみたいなので、ちょっとね今無理に外して深めにはまるのも怖いので、ちょっと一旦様子を見ようかと思います。疲れたよ、よしよし。はい、とりあえず照明を戻しましたのでつけてみよう。いいね。はい、なんとか元通りになりました。一応強度的にも一番不安だったここの強度がだいぶしっかり固定ができたので、これでね俯瞰撮影ができるかな。とりあえず使うのは多分ねここのレールだけだと思うので、そこも使うかな。これでようやくねこのような俯瞰撮影とかこうできるんじゃないかと思ってるよ。それでここに取り付けたアームはね、このようなカメラもね取り付けることができるので、これで撮影もできるんじゃないのかな。こうやってこうか。はい、そうするとこのようなカメラも取り付けることができました。なかなか良さそうな気がします。はい、そしたら今日はね最初から話すと、このレールに俯瞰撮影用の
カメラを取り付けたかったのでこのようなアームを買ったんだけど、取り付けたらこれがグラグラでアンカーが効いてないっていうところでアンカーを入れ直しました。それでようやくカメラもこのように設定ができるようになったので、この手元の撮影とかもねできるんじゃないかと思ってます。このアームはまあ一眼レフをつけたり、あとはね iPhone とかでもいいと思うんだよね。こういう iPhone でこう撮影もできるので、今後はこのような俯瞰撮影も交えて YouTube の撮影幅が広げられたらいいかなと思ってるよ。なんか今日はガタガタでした。よし、この後はねちょっと行かなきゃいけないので今日はこの辺にしたいと思うよ。行くぞ、せーの、お疲れちゃん。